今日はダニエル・ウェリントンのクラシックブラックシェフィールドのローズゴールドの紹介をしていこうと思います。非常にシンプルな文字盤がどんなファッションでも似合うということで、ダニエル・ウェリントンの腕時計は最近ではかなり人気で、非常に知名度が高いブランドとなっています。かなり薄いケースでありながら 40mm の大きな文字盤という美しいフォルムに惹かれて、自分が高校3年生の受験が終わったタイミングでダニエル・ウェリントン名古屋店まで行って購入しました。購入してから2年が経過したんですけれども、使ってきての感想とかも交えてこちらの腕時計の紹介を詳しくしていこうと思います。2011年にスウェーデンから誕生したダニエル・ウェリントンというブランドなんですけれども、創始者のフィリップ・タイサンダーが旅先のオーストラリアで出会ったダニエル・ウェリントンというイギリスの紳士の腕時計に感銘を受けて、その人の名前を取ってダニエル・ウェリントンというブランドが誕生しました。極限までシンプルに仕上げられた文字盤はさすが北欧のデザインだなと思いますね。2年間使ってきましたが、今でもかっこいいなと見とれてしまうほど飽きが来ないデザインで、どんなシーンでもマッチするということで、かなり使い勝手のいい腕時計となっています。文字盤について詳しく見ていきましょう。こちらは秒針がない腕時計ですね。針の形状も直線的でかなりシンプルになっていまして、言ってしまえば個性がないという捉え方ができると思うんですけれども、これだけシンプルなのが逆に個性なのかもしれません。ダニエル・ウェリントンのイニシャル D は、左右が反転しております。これは先ほども紹介した通り、スウェーデンの創始者がオーストラリアで出会ったダニエル・ウェリントンさんに影響を受けたんですけれども、そのオーストラリアとスウェーデンは地球の反対側にあるということから、 D の文字が反転しているというストーリーがあるそうですね。5分ごとにローズゴールドの線が入っておりまして、1分ごとにこのように白い線も入っております。白い線が入っていないさらにシンプルなモデルも登場しているので、それは機能性とかデザイン性を考慮して決めていただければなと思います。ケースはこちらの 40mm の他に 36mm もございまして、ホワイトの文字盤だったりシルバーの金具も用意されていて、男女どちらでも使いやすいようになっております。ケースの裏側に行きますと、ツートンカラーのメッキが施されております。材質はステンレススチールで、雨とかに耐えられる程度の3気圧の防水に対応していますね。中にはミオタという日本製のクォーツのムーブメントが搭載されています。組み立てが中国で行われているということで、値段が税抜き2万5000円と比較的お求めやすい価格となっています。2年間使ってきたんですけれども、時間が狂うっていうことも全然なくて、電池の交換もまだしていないといった状況ですね。ケースの厚さもわずか 6mm となっていまして、実際につけてみるとゴールドの金具ですが、全然威圧感とか変に目立ちすぎるということもなくて、文字盤が結構大きいのでかなり手にフィットしてくれます。長年使ってきて皮が馴染んできたっていうのはあるんですけれども、付け心地はかなりいいですね。ミネラルガラスが使われていて、ちょっと傷はつきやすいかなと思いますね。この価格帯だったらミネラルガラスは、多くの腕時計で使われているんですけれども、2年間ヘビーに使うとなると少し表面の輝きが少なくなってき始めているかなと思います。買った時はこんな感じの立派なケースに入っておりました。シールとベルトを交換する金具が付属しております。この工具を使うとベルトを外すことができます。個人的にはイージーレバーが採用されたベルトの方が簡単に交換できるので、そっちの方が嬉しいかなと思いますね。ベルトの幅は 20mm となっています。他にもナトーベルトだったり片押しのベルトも用意されているので、文字盤がシンプルなので、ベルトによって雰囲気が大きく変わるんじゃないかなと思います。夏でも結構使っていたので、本革のベルトが結構劣化してきてしまっているんですけれども、2年間ヘビーに使ってきてもボロボロになることはないかなと思います。最後にこちらの腕時計を使ってきて思ったこととかを言っていこうと思います。まずこちらの腕時計は人気すぎて持っている人が本当に多いので、大学だとほぼ確実に被りますね。自分もそうなんですけれども、大学生になったらダニエル・ウェリントンをつける人がいきなり増えまして、個性っていうのはあんまりこの腕時計で求めない方がいいかなと思います。あんまり人と被りたくないっていう方にはお勧めできないですね。でも理由があってこれだけ人気なので、タイプなデザインなら本当に買ってもいいなと思いますし、この腕時計さえあればいろんなところで使えるっていうのは間違いないですね。あとはシールの輪っかのような跡がずっと消えなくて、輪っか状に跡が残ってしまっているのはちょっと気になりますね。
表面を磨いてもらえれば消えると思うんですけれども、何もしなかったらこんな感じで跡が残るよっていうのは知っていただけたらなと思います。ということで今日はダニエル・ウェリントンの、クラシックブラックシェフィールドの 40mm の紹介でした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。来週はトミー・ヒルフィガーの紹介をしていきます。